どうも、ケイスケです。もう少しでですね、実は自分の結婚式もう本当にあと数日に迫っております。で、今ね、めちゃくちゃ悩んでるのが、何のカメラ持ってこうかなってめっちゃ迷ってるんですよね。本当にフィルムカメラにするか、最近買ったシグマ FP にするか、いやいや動画も撮りたいんじゃないかとか、いろんなちょっと迷いをしてまして、ちょっとねそれはまたね動画の最後の方にちょっと相談したいと思うんですけども、今日はそんな悩みとちょっと近くて、旅行の話ですね。最近僕海外旅行も国内旅行もあまりね結婚式前で行ってないんですけども、まあ旅行もカメラ悩むじゃないですか。なんか動画撮りたくなりそうだなもそうだし、あとは望遠レンズ撮りたくなりそうだなもそうだし、今日はカメラのことだけじゃなくてガジェットのことも話すんですけども、そういう要はガジェットアイテムも、いやこれ必要じゃね、あれ必要じゃね、いやなんか足んない気がするとかね、行く前にいろんな悩みがあると思います。ということでですね、今日は僕が旅行に持って行ってる、もう本当に常に持って行ってるガジェット20個ぐらいもう一気に紹介したいと思いますので、どんな用途で使ってるかとかそういうのも含めてご紹介するから、ぜひね参考にしてくれると嬉しいなと思います。早速行ってみましょう。はい、ということで今日は旅行に持っていくガジェットについてご紹介していくんですけども、その前にバッグの話ですね。普段スーツケースとかリュックとかどういうものを使ってるかという話をしていきたいんですけども、まずスーツケース、僕はですねイノベーターっていうメーカーのスーツケースを使っています。これですね、こちらのスーツケースなんですけども、これね94リットルかなのものになっていて、ちょっと形も特殊なんですよね。これかなり気に入っていて、サイズ感もかなり大きくてちょうどいいし、深さもしっかりとあるし、あとはねこのねボタンがあって、ここをプスッと押してあげるとストッパーになるんですよね。なので電車の中とか、ちょっとスーツケース置いたままにしてね、転がっていきそうで怖いとかあると思うんですけども、ストッパーをかけられるので、転がっていかないと。でこれに割とパンパンに詰め込むと本当に20キロから約30キロぐらいの重さまで入るので、海外旅行のマックスの重量って大体30キロぐらいなんですよ。32キロとかかなぐらいがマックスだと思うんですけども、このスーツケースであればちょうどねその制限に収まるということで、海外旅行に行くときはもうずっとこれを使っています。そしてですね、このスーツケースだけだと動くとき大変だということでリュックを持って行ってるんですけども、リュックは2つのうちどっちか1つを持っていくようにしてます。それはですね、まずよいしょ、こちら、はい、こちらですね。こちらのフロアパックフレックス、これはねドリップと一緒に作った、僕がオリジナルで作ったバックパックなんですけども、これを普段は持って行っています。自分でねこう企画して作ったものなので、もうかなりフィットしてるんですよ。なんか自分の使いたいものが全部ここに詰まってるのでですね、かなり僕は使いやすいと思っていて、使いやすいなと思うポイント、まず一つはこの軽さですね。これね一応カメラバッグではあるんですけども、かなり軽い素材でできています。どうしても旅行に行く時って荷物詰めがちなので、バッグ自体が重いと結構肩とかね負担かかっちゃうんですけども、これであれば比較的軽く持ち運べるというのプラス、あと容量も大きくて、この下の部分開くんですけども、ここも開くし、上のところもガバッと開くタイプになっています。こういうね2階建ての構造になっている上に、このね仕切りも取り外すことができるんで、1階建ての普通のバックパックとしても使えますと。でもちろんここの中身は、はい、こういう感じでちょっとね今ぐちゃぐちゃになってるんですけども、仕切りをつけてあるので、カメラとか、ポーチとかそういうものを普段は忍ばせています。で基本的に国内旅行とか、治安のいい海外旅行はこれで過ごしてるんですけども、どうしてもこうヨーロッパとかスリが多い地域だとこれじゃあちょっと心配なんですよね。なんでかというと、ここが開くからで外からアクセスできちゃうっていうのがちょっと治安の悪いところだと心配ということで、そういう時はバックパックを変えています。はい、そういう時に使うのがこちら、PGY テックのワンゴーライトっていうバックパックかな、これを使っています。これもね比較的軽くて、あとねこのショルダーストラップの部分がかなりしっかりしているので、割と密着してくれてそんなに重さを感じないっていうのもかなり嬉しいです。でここのね上の部分がガバッと開くようにもなってる上に、このね背中の部分、ここがパカッと開くんですよ。はい、こうやってカメラを取り出す形になります。もちろんカメラに関してはサイドアクセスもあるので、ここからカメラをスッと取り出すこともできるっていうので、かなり便利ではありますね。
で2つのバックパック比較するとやっぱね、フロアパックフレックスは外からアクセスできちゃう分ちょっとねスリが怖いと。なのでヨーロッパではこっちをねよく使うんですけども、このね外からアクセスしづらいっていうのは自分からもちょっとアクセスしづらいっていうのはやっぱりあって、やっぱりこうカメラ全体取り出す時にこのねでっかいチャックバッて開けて取り出すの不便なんですよ。なので治安のいい地域の時は僕はこっちを使っちゃうかな。逆に治安の悪い時はやっぱね安全性を考慮してこっちって形で結構分けて使っています、はい、こんな感じですかね。ケイスケの動画。はい、ということでバックパックスーツケースの紹介終わりましたので、ここから一個一個僕が普段持っていくガジェット紹介していきたいと思います。まず一つ目、もうこれはね普段から身につけているものなんですけども、こちらApple Watch Ultra です。いやねこれもねちょっとちゃんとレビューで紹介したいですね。Apple Watch Ultra 結構前に使っててかなり気に入っています。で Apple Watch Ultra めちゃくちゃいいのがやっぱ電池持ちが良くて 2,3 日であれば全然バッテリー持ちます。やっぱ Apple Watch って毎日充電しなきゃいけないっていうイメージであったんですけども、 Apple Watch Ultra だったら1日ねフルに使ってもだいたい 80% ぐらい残ってるんですよね。これめっちゃありがたい。でApple Watch どういう時に使うのって話なんですけども、僕がよく使ってるのは普通に時計を見るっていうのもそうだし、あとは最近ランニングしてるんですよね。そのランニングする時のタイムを測ったりとかするのにも使っているし、あとねよく使うのが iPhone を探すですね。僕結構旅行先とかでも家でも iPhone どっかにポンって置いて本当にどこ行ったか分かんねえっていう形にしちゃうこと多いんですよね。ですぐにここの手元から iPhone を鳴らすで、はい、こんな感じで鳴らすことができるんで、よし自分の iPhone をすぐに見つけられるという形になっています。今ね友達から来月誕生日やろ飯でもいかんという LINE が来てました。はい、そんな感じで1つ目が Apple Watch で、2つ目ですね、やっぱこの Apple Watch 海外旅行に行く時だとちょっと充電心もとないじゃないですか。3日持つって言われても1週間ぐらい旅行に行く時もあるし、ちょっと充電したい時もあるだろうなということで Apple Watch 用の充電器持って行っています。ただ Apple Watch 専用の充電器だけだとなんか荷物になっちゃうのも嫌だなということで 3in1 の充電器持っていっています。こちらのアンカーの 3in1 の充電器ですね。マグゴーだったかな。でこれねめちゃくちゃいいのが、よいしょ、もちろんここのね部分に Apple Watch つけられます。しかもね Apple Watch の充電器の部分ピュッと上に上がるんですよね。なので角度をつけられて充電もしやすいと、いうのがあって、でなおかつここのね、先っちょのここの部分には iPhone がつけられますと。でそしてここの余った真ん中の部分にはなんと、こうやって AirPods Pro を充電ができると。これ1個さえあれば USB-C ケーブル1本で3つ充電ができるという優れものになっています。でしかも3つ充電ができるのにかなりコンパクトになるんですよね。もう本当によいしょ、これだけ、これで済むっていうのも嬉しいですね。ここに側面に USB-C のポートがあるのでここから挿しちゃえばそれで済むという形になってます。やっぱいろんなガジェット持っていく上でなるべく充電のコード1本でいろんなデバイスを充電できるっていうのが理想なんですよね。ケーブルいくつも持っていきたくない、充電器いくつも持っていきたくないっていう風になるとこういう 3in1 の充電器本当に重宝するのでかなりおすすめです。ということで2つ目、こちらのアンカーのマグゴー 3in1 充電器でした。そして、僕がよく旅行に持っていくガジェット3つ目が今ちょろっと出てきたこちら、AirPods Pro です。Apple AirPods Pro 持っていっています。でこれに関しては正直特段 AirPods Pro 1でも AirPods Pro 2でもどっちでもいいなとは思ってはいるんですけども、僕普段旅行の時に2個持ってってるんですよね。 AirPods Pro 2ともう1個 AirPods Pro 1を持ってってます。でこれなんでかの話なんですけど、僕飛行機の中で Netflix とかドラマをよくダウンロードして見るんですよ。でそれを妻と音声をシェアして見るんですけども AirPods Pro はそれができるんですよね。それができるのでかなり AirPods Pro 重宝してるんですが、なんかねこっちの AirPods Pro 2の方はその音声の共有がうまくいかない時があってAirPods Pro 1を併用して持っていっているという形になります。なんかちょっとデバイスのバージョンの問題だとは思うんですけども、音声の共有ができないのが不便なのでどっちも持ってってますね。でやっぱ AirPods Pro いいところは本当にこのねイヤホンのフィット感がいいっていうのもそうなんですけども、プラスしてやっぱノイズキャンセリングですね。飛行機乗ってる時にこのノイズキャンセリングイヤホンあるないで快適さ全然違うので、もう飛行機乗る人でこの AirPods Pro 持ってない人、はたまたノイズキャンセリングイヤホン持ってない人は絶対買った方がいいです。
これで天国と地獄と本当に変わるから。ということで旅行に持っていくアイテム3つ目がこちらの AirPods Pro 2でした。はい、次、僕が旅行に必ず持っていくアイテム4つ目がこちらです。 iPad mini。もうこれはマジでマスト。もうね、飛行機とか乗る旅行でこれを持ってってない時の不便さ半端ない。というのも僕はね、さっきちらっと言ったと思うんですけども、この iPad mini に Netflix とかのもう映画とかドラマとか全部ダウンロードしてから飛行機乗るんですよ。もうそれだけで全然違うの。例えばヨーロッパ行く時とかってだいたい12時間ぐらい乗るんですよ。12時間ってもちろん全部寝れればいいけど、そんなわけないじゃん。だいたい 3,4 時間寝て他の8時間起きてるとか、僕は結構寝ちゃうんで6時間ぐらい寝れるかもしれないんですけども、それでも6時間ぐらいは起きてるじゃないですか。じゃあその6時間何してんのっていうと、だいたいこれで Netflix とか見てます。なんか本読むにもやっぱ限界があったりとかするし、じゃあネット使えない中で飛行機の前のモニターの映画だけで過ごすって難しくて、自分の興味ないのばっかりだったりとかもするじゃないですか。ね、でその時に Netflix で事前にダウンロードしていく、例えば連ドラ、ちょっと気になったなって思う連続ドラマのなんか1話から6話ぐらいまでダウンロードしておくと、もうそれずっと見てるだけで飛行機の時間終わるんですよ。もう最高じゃない？僕の家の場合はね、自分の妻がめちゃくちゃドラマ好きで、本当今も6個ぐらい並行して見てるんですよ。なんか見てるので言うとタグサリブラザーズとか、バチェロレッテも見てるでしょ、あとは銀河の一票と最後のヒーローみたいな感じでドラマたくさん見てるんですよね。その辺全部ネットフリックスで2話ぐらいずつダウンロードしとけばもう全然ヨーロッパ行けちゃうみたいな感じにもなるし、あとね、この前僕ニュージーランド行った時とかは、ニュージーランドってロード・オブ・ザ・リングのなんかロケ地があるらしくて、でロード・オブ・ザ・リング見なきゃってことでロード・オブ・ザ・リングダウンロードしていったりしました。なんかそれはね UNEXT だったかもしれないんですけども、そういう動画配信サービスの動画をまるっとダウンロードしておけば、本当にこれ1個あるだけで全然違うので、スマートフォンだとね、やっぱ画面ちっちゃくてちょっと辛いのよ。それがこうやって iPad で立てられる、全然快適さ違います。もう本当に旅行に行く人にとってはタブレットってマストアイテムだと思いますので、買ってない人は必ず買ってください。ということで僕の旅行に持っていくアイテム4つ目が iPad mini でした。はい、次5つ目ですね。5つ目はお財布の中に1個忍ばせています。はい、こちらユーフィーのスマートトラッカー必ず持って行っています。というかお財布に忍び込ませてます。はい、こちらですね。これがアンカーのねスマートトラッカーなんですけども、要するにアンカーのカード型エアタグです。なのでこれ財布の中に1個忍び込ませていくと、万が一スリにあった時とかにこれで位置情報を探れたりとかもするし、なんか財布がお部屋の中でどっか見つかんないなって思った時にスマートフォンから鳴らすこともできます。でですね、これ優秀なのが、サイズ感がめっちゃ優秀っていうのもあるんですけども、こっちからスマートフォンを鳴らすってこともできるんですよね。さっきねこっちの Apple Watch Ultra で、スマートフォンを鳴らしはしたと思うんですけども、それと同じようなことがこっちでできるというアイテムになっているので、これは1個あって損ないなっていう感じですね。電池持ちもかなり良くて、今1年下手したら2年近く使ってるんですけども、それでも持ってます。本当はスーツケースとかにエアタグとか1個入れておくといいのかなと思うんですけども、もう僕はねなんかそれはサボっちゃってるんですけども、財布だけはやっぱクレジットカード不正利用とかも怖いんで絶対トラッキングできるようにしてあります。ということで5つ目がアンカーのねカード型スマートトラッカーで、ちょっとここからは充電関連紹介していきましょうか。ケイスケの動画で順を追ってご紹介していくと、まずね海外旅行で絶対持っていくものがこちらのユニバーサルコンセントですね。これね本当に海外旅行行く時に忘れがちなアイテム、これ僕無印で買ってるんですけども、何かっていうとコンセントの形を変えるアイテムです。海外旅行全然行ったことない人いると思うんですけども、海外だと、コンセントの形が日本のなんていうのこう棒2本みたいなタイプじゃないパターンもあるんですよね。こういうさ、はい、こういうねクワガタの頭みたいな形のものになってたりとか、ハの字になったりとか、いろんな形状の端子っていうのが国ごとにあるんですよ。でそれに全部変換できますよっていうのがこのユニバーサルコンセントってやつで、これ1個持っていればどこの国でも基本的にはコンセントにさせますというものになっています。これはわざわざ無印のものを買わなくても全然ね他のもので代用できるんですけども、無印のものはねなんかコンパクトでかなりね収まりがいいんですよね。こういうちょっと薄型のタイプでもうスッとポーチに入れておけば、これ1個持っていくだけでいろんなコンセントに対応できるというのが便利で、僕はかなりこれを重宝してます。
本当にね、海外旅行にはマストのアイテム6つ目はこちらのユニバーサルコンセントで、じゃあ充電器何使ってるかでいうと、この僕が基本使ってるのはこのね、アンカーのライチュータイプの 120W のモデル、こちらを使っています。普通の AC 充電器ではあるんですけども、いろんな AC 充電器ある中でやっぱ容量の多いものっていうのが正義なんですよ。なんでかっていうと、旅行とかだとここからデバイスたくさんつなぐからですね。例えばさっきの、これでね、Apple Watch、AirPods Pro、スマートフォン全部充電しちゃうとかで、それでいてパソコンも充電したいとかなると、やっぱ 120W ぐらいないと全然充電できないんですよね。そういう理由もあって、なるべく大きいワット数のものを選んでいます。大は小を兼ねるじゃないけどさ、ちょっとこれ重くても1個持っていけばこれだけで済むんだから、これをね、常に持っていくようにしています。でその時のケーブルに関しては、こちらの僕もう毎回紹介してて、絶対このケーブルが一番いいと思ってるんですけども、アンカーのパワーライン3フローっていうケーブル、これねピカチュウモデルのやつなんですけども、これをねだいたい 2,3 個持っていくようにしています。こっちは短い方ですね。余裕があればこれ以外にも充電器持っていく時はあるんですけども、基本的に AC 充電器はこれ1個で、充電器最近よく持っていってるのがもう1個あって、これですね。この CIO の、なんだっけ、ポラリスキューブデスクっていうの、これもね持っていっています。これは僕がもう普段からデスク上で使ってるやつなんですけども、それを引っこ抜いて旅行にも持っていっているという、かなりもう気に入ってるアイテムです。これ何がいいかっていうと、普通に1個のコンセントから123コンセントの端子3つ出るんですよ。なので例えば僕持っていくカメラでライカっていうカメラがあるんですけども、そのねライカの充電器が USB-C じゃ充電できないんですね。その時にねこのコンセントで充電することになるので、かなりこれ重宝してると。でしかもコンセントの方向がこうやってねいろんな方向についてるので、なんか干渉しないんですよね。なんかこう隣とかだと結構干渉しやすいんですけども、こっちにつけてこっちにつけてだと全然干渉しないので、その辺もかなり重宝してます。だからね、本当ねこれ海外対応じゃないはずなんですけども、海外でも使えるので使っちゃってるけどね、それは推奨してないので国内で使ってください。そしてここまでで USB 充電器紹介してきたんですけども、こちら、モバイルバッテリーもですね、これ使っています。 CIO の、スマートコビー EX3 スリムプラグ&ケーブルっていう長い名前のモバイルバッテリーです。これ便利でですね、ケーブルついててなおかつコンセントがついているというタイプのもので、結構出力も強くて急速充電にも対応しているというものになっています。容量は 8000mAh なんで、スマートフォンはだいたい2回分ぐらい充電できる形ですね。これ1個あると、さっき言ったこのポラリスキューブデスクのここにプスと挿しておけば、これだけでモバイルバッテリーの方も充電ができるので、めちゃくちゃ便利だなっていうことでこれを使っています。モバイルバッテリーに関しては、機内持ち込み2個まで、今制限ができて2個までっていう形になってるんですけども、だいたいこれともう1個2万ミリアンペアの、CIO のスマートコビートリオってやつを持っていくようにしています。ということで、海外旅行に持っていくアイテム何個目だ ?6、7、8、9、10、10個目、10個目まで一気に紹介したと思います。充電関連でした。ケイスケの動画。次ですね、充電器関連から離れて絶対持っていくのがこちらです。シェーバー。男にとってはやっぱヒゲ剃りって大事ですよね。僕一応ヒゲ脱毛してあるんですけども、やっぱちょろちょろっと生えてくるんですよ。ちょろちょろっと生えてくるので、毎日ケア程度に一応ねシェービングしてるんですけども、普段はこちらを持っていっています。これがパナソニックのパームインシェーバーってやつですね。こんな感じで下のボタンを押せばオンになって、普通にここにね当てながら使えるんですけども、これがかなりコンパクトで荷物にもならない。でなおかつこれね USB-C で充電できるんですよ。なんかシェーバーって大体なんかそれ専用の充電器だったりするんですけども、これはね USB-C で充電できる。最近もしかしたら USB-C のも増えてんのかな、ちょっと分かんないんですけども、これがもう本当に先立って USB-C 対応してて、でなおかつ荷物にもならなくて、あと見た目がいいんですよ。やっぱこう旅行に行った時に洗面台にポンと置いてあるのが、なんか普通のシェーバーだとちょっと嫌なんですよね。なんか気持ち悪いというか、なんかさ、旅行の時の朝ってなんか生きりたいやんなんていうのかな、旅行来たぜ俺みたいな気分にちょっとなりたいと思うんですけども、その時にこのねかっこいいシェーバーだったらなんか気分が上がるんですよね。そうやって自分の気分を上げてくれる要素もあって、普段からこれを使ってるんですけども、旅行先でも必ず持って行っています。もうこれはね超お気に入りのシェーバー。そして身だしなみ関連で言うと絶対持ってってるのがドライヤーです。
はい、こちらのドライヤーも必ず持ってってます。国内旅行の場合はちょっといい旅館に泊まる場合はいらないかなと思って持ってかなかったりするんですけども、海外ではもう絶対に持ってく。でこれパナソニックナノケアの海外対応のモデルなんですけども、結構いいドライヤーで3、4万するかなくらいのものなんですけども、特に海外だとやっぱドライヤーのクオリティ悪いんですよ。なんか極端に風圧が弱かったりとか、あとはあちあちだったりとか、なんなら使えないみたいな時も結構あるんですよね。割といいホテル取ったはずなのにドライヤー使えないみたいな事案結構あるので、なんかそういう時のために持ってってます。あと僕の場合はね、妻を被写体にすることっていうのもあって、やっぱその被写体にする時に髪って大事なんですよ。髪の毛が綺麗にまとまってるかどうかで結構見栄え変わったりするので、なんかちゃんとこういういいドライヤー持っていってしっかり髪の毛整えてあげると、被写体側も気持ちよくなるし、撮るこっち側も気持ちよく撮影ができるんで、かなりこれはね持っててよかったなと思ってます。海外対応のドライヤーほんといろいろ調べたんですけど、なんか良さそうなのマジでこれしかない。もう一個なんかねちょっと安い1万円ぐらいのあったんですけども、やっぱ信頼のナノケアということで、こちら購入しました。今はもう少し新しいモデル出てるかもしれないんですけども、本当におすすめなので、ぜひそういう身だしなみ気にしたい人は買ってみてください。ということで、もう何個目か忘れちゃいました。12、13個目だと思うんですけども、こちらのドライヤーも必ず持って行ってます。でそしてこれもちょっとマニアックなんですが、絶対持って行ってるよ系ガジェットがですね、こちらですね。わかんないでしょ、何入ってるか。これですね、こちらのチーズ持ってるアンディのネズミのアンディのポーチに入っているのが、実は、折りたたみ式の電気ケトルです。こんな感じ。実は電気ケトル毎回持ってってます。電気ケトル、基本的には宿についてますよね。要は保温ポットみたいなものなんですけども、最近はついてない宿少なくなってると思います。ただこれも海外の場合ってなんか電気ケトルなかったりとか、あとはなんかちょっと汚かったりするんですよね。そこもかなり気になるので、僕は海外に行く時には必ず持っていくようにしてます。で主に使う用途としては2つで、やっぱ海外の時はカップラーメンが食べたい、絶対カップラーメン食べたいじゃないですか。でそしてアルファ米っていうお米乾燥米みたいなのがあって、そこにお湯入れるだけで15分でいい感じのお米できるんですよ。そういうアルファ米っていうのもあるんですけども、そういうご飯の時に使う用途っていうのが1個で、もう1個はコーヒーですね。僕も本当にコーヒー大好きで、コーヒーないと生きていけねえんすよ。で海外って日本とやっぱ生活が変わるじゃないですか。そうするとなんか体が馴染まなくて調子悪くなったりすると思うんですよね。ご飯が全然慣れないとか、生活が全然慣れない、なんかこう慣れないものの積み重ねで体調を崩しちゃうことっていうのもあるんですけども、そういうのを僕は普段から毎日飲んでるコーヒーで解消してる部分もあるんですよね。毎日朝に美味しいコーヒーを飲むっていうのを日課にしてるので、それを海外でもちゃんとやりたくて、でその時にねケトルがないともう全然ダメなので、このケトルは必ず持っていくようにしてます。でしかも細口の方が本当はいいから、こういうね細口で入れられるやつも買ったりとか、あとはペーパーフィルターと、コーヒーのこう塩水状のドリッパーみたいなのももちろん持っていっています。でガジェットでいうと、あとはパソコン関連は絶対持ってきますよね。この MacBook Pro は普段から持ち歩いてるし、でなおかつマウスも必ず旅行に持っていくようにしてます。で SSD ですね。 SSD も必ず持っていくようにしていて、カメラで撮ったデータとかをパソコンないし SSD にバックアップを取るという形で、僕はサンディスクの SSD か、あとはプログレードのこのね、結構高い SSD2 つどっちか、どっちも持っていっています。そう SSD のケーブルで最近ね CB プラスっていうカメラのイベントでよしみカメラさんってところの方がくれたんですけども、このケーブルかなりねいいです。なんか柔らかいシリコン素材の USB-C ケーブルで転送速度も速いし、なんか柔らかいから本当に差しやすくて、このケーブルちょっと変えまそうかなと思ってます。このケーブルもおすすめですね。ケイスケの動画、ここまで一挙もう15個ぐらいおすすめのガジェットとか紹介してきました。で最後カメラ関連ですね。僕といえばいろんなところに行っていろんな Vlog 作例写真たくさん撮っていくということで、どんなカメラを普段持ってってんじゃという話ですよね。詳細はねちょっと別の動画でもちゃんと話そうかなと思ってます。カメラだけ単体の動画にしないといけないぐらいのボリューム話しちゃいそうなので、今日はざっくり持っていくものを紹介するという形にしたいんですけども、でまず小型カメラ必ず持っていくものでいうと Osmo Pocket
とオズモアクション、あとインスタ360の X5 とか360度カメラ、どれかは持って行っています。どれも持っていくことっていうのも結構あるので、どれか一つっていうふうには言わないんですけども、大体どれかは持ってってますね。で、それぞれの使い分けなんですけども、これは結構気分で、なんか正直自分が使うっていう視点で言うとオズモアクションが多いです。アクションカムが一番画角としては広くて手軽なので、なんかこれで撮影することがすごく多いですね。で、妻にちょっとサクッと動画、いい感じの動画撮ってもらいたいよって時は、オズモポケットの方が画質が綺麗なので使ってもらうこと多いし、あとはちょっと特殊な映像を撮りたいよっていう時にインスタ 360X5 とか360度カメラで撮るってことも多いです。小型カメラこの辺持っていくことが多くて、あと三脚ですね。三脚はヴァンガードのベスタ TB204CB っていうカーボンの三脚持っていっています。やっぱこれが一番僕はね、使いやすくて軽いし、値段もそんな高くないし、カーボンでなんかいい感じだし、なおかつちょうどいいサイズ感ということで、だいたいこれをカバンにプスッと刺して持っていくようにしてますね。1個三脚があると自分たちで自撮りもできたりとか、あとはちょっと遠くから動画を撮っておくってこともできるので、なんかそういういろんなシーンで使えるっていうのがやっぱいいですよね。で、この他にもミニ三脚持っていったりとか、あとマイクだ。ワイヤレスマイクを必ず持ってってます。今ね、使ってるんですけども、ホーリーランドのラーク M2S っていうのを旅行の時には持ってってます。僕DJI のワイヤレスマイクとかいろんなワイヤレスマイク使ってるんですけども、なんだかんだ一番楽なのはこれ。やっぱこのクリップできる。クリップしてあんまり見えないっていうのがほんと楽で、そういうのもあって、このね、ラーク M2S は必ず持ってってますね。で、1個だけこのワイヤレスマイクの注意点なんですけど、これ飛行機の話なんですけども、飛行機に持ち込むもので、バッテリーのついてるものは基本的には機内に持ち込み。で、バッテリーのついてないもの、またはバッテリーの抜いたものに関しては、預け入れの荷物に入れられるんですけども、一回これ間違って預け入れの荷物に入れちゃって、入ったままにしちゃって、没収されました。もう帰ってきてないので新しくね、購入したんですけども、そういう経緯があるので、特にこのワイヤレスマイクとかって常に通電しちゃってるんですよ。常に中身充電してるみたいな感じになるのでバレるんですよね。なんかもうすぐ分かっちゃうんですって。すぐ没収されちゃうから、もうこれは本当に機内の持ち込みにしてください。多分 AirPods とかも間違って預け入れに入れちゃうと没収されます。で、そうだ、あとあれだ、こちらのラノっていうメーカーのバッテリーケース、これも持って行っています。これね、中に4つ入るんですよ。4つ入れることができて、これでカメラのバッテリーとかをポンポンポンって入れて USB-C のケーブル挿しておけば4つ同時に充電できるということで、これも持って行ってますね。さっきも言ったんですけども、やっぱりケーブル1本で何個も充電できる、これが旅行の時には本当に重宝してくるので、これも1個持っておくだけで4個のバッテリー充電できるので、便利ですよね。で、最後に持っていく大きいカメラの話ですよね。これはもう毎回僕変えてるんですよ。ね、ルミックスを持っていく時もあれば、キヤノンを持っていく時もあれば、ソニーを持っていく時もあればということで、かなり変えてるので、気分にはよるんですけども、この前のフィンランドはソニーの α1M2 っていうカメラと、キヤノンの新しいカメラ R6V っていう2個を持っていきました。で、その1個前の北海道ではルミックスの S1R2 を持っていったっていう感じで、メインのカメラを必ず1個、動画も撮れるカメラを必ず1個持っていくようにしてます。で、その動画も撮れるカメラではだいたいズームレンズ、標準のズームレンズ1本と広角レンズ1本で、結構自然の方に行くなと思ったら望遠レンズを追加で1本持っていくって形のだいたい3本構成にしてあります。例えばこの前の北海道であれば、ルミックスの 2870mm のレンズ1本と広角 18mm のルミックスのレンズ1本、あとは 150-500mm かなのレンズを1本と合計3本持っていきました。で、この前のフィンランドの旅行だとちょっと特殊なんですけども、ソニーの α1M2 に、確か2470のズームレンズ1本、24mm の単焦点の G マスターレンズ1本、20mm の G レンズ1本で、望遠レンズは持ってかなかったんじゃないかな。そうだね、そんな感じにしたと思います。そんな感じの3本にしたはずです。で、ほとんどフィンランドの旅行の時は 24mm のレンズの単焦点1本でほぼ撮影しきりました。
みたいな感じでメインの動画のカメラ1個に、レンズ大体2、3本持っていって、で、僕それとは別に写真用のカメラを持っていくっていうようにしてるんですよ。で、それが僕の場合は、ここにあるフィルムカメラ、ハッセルブラッド 500cm だったりとか、最近買ったシグマ BF っていうカメラだったりとか、あとはニコンの F3 ってカメラとか、それも気分によって使い分けてるんですけども、今回はフィルムで撮りたいなとか、シグマ BF で撮りたいなとか、なんかそういうので変えています。これは僕もわがままというかカメラオタクな部分なんですけども、やっぱいろんなカメラ試したいっていうのもあるし、それとなんかどうしても写真と動画のカメラ分けないといいものが撮れないんですよね。動画を撮りながらそのカメラで写真も撮ろうってなると、写真が本当におろそかになるのがなんか気持ち悪くて、なので写真のカメラを別で使うようにしてます。ケイスケの動画、はい、ということでたくさん語ってきてしまいました。こんな感じでいろんなカメラガジェットを、旅行に持って行っております。本当にね、毎回カメラ悩んで、この前の CP プラスっていうカメラのイベントで徳井さんも言ってたんですけども、前日にレンズ悩んで、このレンズ使わない、一回つけてみるかっていうと、なんか写りよくねみたいな感じで持っていきたくなったりみたいなことをもう夜な夜なやっていたりします。これも本当に悩むところですよね。で、この悩むで言うと、僕の結婚式がもう間近にありまして、そこに持っていくカメラも悩みますよね。とはいえ、僕が常にカメラを持ててるわけじゃないんで、撮れるシーンも何回かもしれないんですけども、フィルムの方がいいのとか、ちょっとデジタルの方がいいのとか、ね、オートフォーカスある方がいいかな、動画撮れる方がいいかなとか迷っています。でも今、一番近いのは、やっぱニコンの F3 かな。最近やっぱね、ニコンの F3 ちょっとね、写真見てほしいんですけども、この前フィンランドで撮ってきた写真もすごく良くて、なんか手なじみいいんですよね。ハッセルブラッドもすごく手になじみいいんですけども、重たいっていうのと、あと、このね、ウエストレベルファインダーが、すごく大好きではあるんですけども、ちょっとね、ファインダーに変えたいと思ってまして、あるのよ。ハッセルブラッドのこのウエストレベルファインダーを目で覗くファインダーに変えるみたいなモジュールがあるんですけども、それがね、なかなかもう絶版で売ってなくて、ちょっとね、それが手に入ったら持っていきたいなとは思っているんですけども、今のところはニコン F3 が優勢かなと思っていたりします。で、ちょっともしこのカメラええんちゃうとか、こういうカメラどうすかねみたいなのがあればコメントでくれると嬉しいなと思います。ということで今回の動画はこの辺にしたいと思います。今回の動画がいいと思ってくれた方は高評価ボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。